どうも、クビチャンネルです。この嫁の軽自動車 N 版、今日使えるので、極寒の雪山で車中泊してきます。4駆のスタッドレスタイヤなので、雪には強いと思います。もうセッティング完了しました。何回かこの N 版で車中泊行ったんですけど、今日が一番寒くなりそうです。なので、シュラフは二重にして寒さをしのぎます。今回、車内の調理で試したいのが、この高級ホットプレートです。これなんか匂いが出にくく、煙も出にくいそうです。この嫁の N 版なんですけど、サイドが見にくいということで、サイドモニター追加しました。これで両サイドの視覚を補ってます。車内から配線沿わしてこんな感じで目立たないカメラです。こんなん自分はいらないかなと思っていたんですけど、いざ運転してみるとすごい便利でした。キャンピングカーとか特に良さそうです。行く場所なんですけど、有料施設を特別に使用させていただけることになりました。他2人と合同車中泊になります。といっても別々に車中泊するんですが、何かあった時心強いですよね。去年も一緒に行ったテンタンさんと旅する家の物語さんです。チャンネル登録者数2人とも100万人を超えている車中泊系の YouTuber です。どんな車内のセッティングなんでしょうか。2人の車撮影できそうでしたら撮影しておきます。はい、途中山の中に有名な豆腐屋さんがあったんで寄ってみます。宮山豆腐さんです。なんとちょうど最後の豆腐でした。冷蔵庫はこのソファー下に設置しています。走行充電で5度まで冷やしていました。この味の染み込んだ小さい美味しそうなパックの豆腐売ってたんで、今ここで一つ食べてみます。なんかもう切った感じ、チーズのようです。それではいただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ほのかに甘い出汁が豆腐に染み渡っています。でもそこまで濃くないので、豆腐の大豆の味もしっかりして固めの食感なんで、本当にチーズのようです。ごちそうさまでした。いや、豆腐の大豆の味がダイレクトに味わえてすごい美味しかったです。で、今日お箸なんですけど、いつもは使い捨ての割り箸使ってるんですけど、今回は普通のお箸使っていきます。毎回ウエットティッシュで拭かないといけないんで面倒なんですけど、割り箸だったらゴミ箱のゴミ袋を突き破る可能性があるんですよね。で、毎回気使いますんで、今回はこのコンパクトなお箸を使います。軽自動車なんで、できるだけ小さいもので車中泊アイテムを揃えました。雪山行きますので、この助手席の足元に車の雪装備いろいろ持ってきました。スタッドレスタイヤ履いてるんですけど、一応チェーンと輪止め、牽引フック、ジャンプスターター、こちら防寒手袋と雪用のカッパですね。あとは窓が凍った時用に氷解スプレー、そしてスタックした時用の脱出用具、少し大きめのアルミスコップで、車の雪を落とすスノーブラシです。はい、今道路上の電光掲示板では温度が3度と表示されています。これからどんどん下がってくると思います。到着しました。それでは早速車中泊のセッティングを行います。その前に
この雪が積もっているところにビール冷やしておきます。もう車乗らないんで先にこの地ビールいただきます。いや、この雪降るロケーションの中でキンキンに冷えたビールたまりません。飲み出すと止まらなくなるんで、とりあえず車中のセッティングを先に終わらせます。雪は今のところそこまで積もってません。前回降った雪が残ってる感じですかね。すぐ横の標高高いところはガンガンに積もってますんで、今日の夜温度下がったら積もってくると思います。この N 版の奥にあるダイハツのアトレ、あれがデンタンさんの車ですね。後で車中のセッティング見せていただきます。旅江さんは先ほど奥の方にいたんですけど、お風呂入りに行きました。軽トラとハイエースはもちろんですけど、今日はハイエースで車着するようです。冷蔵庫なんですけど、走行中はこの DC ソケット分岐して電源取っていました。でもこれ今から外して、こっちのポータブルバッテリーにつなぎ替えます。はい、つきました。で温度は5度にセットしておきます。今現在外気温が 1.6 度なんで、外の方が冷たいですね。車内暖房を使うとかなり暑くなりますんで、冷蔵庫は食材入れてきます。ポータブルバッテリーは今回 1000Wh タイプと 500Wh タイプ2台持ってきました。でこちら 1000Wh タイプの方は冷蔵庫と IH 処理機で使えます。こちらの小さい方は照明やスマホの充電で使えます。照明は LED のデスクライト3つ使ってますんで、かなり明るいと思います。これでも消費電力は 7W と、やっぱり LED ライトはかなり省エネですね。でこちらの大きい方のポータブルバッテリーは電源タップさせておきます。ここに延長して設置しています。テーブルの下なんでかなり使い勝手はいいです。それでは窓にシェードしていきます。今日は冷えますんで、この断熱用のマットセッティングしていきます。こちらはリアの窓用です。はい、外からも全然見えないですね。バッチリです。フロントウィンドウとこのサイドのシェードは上部収納に置いてます。ちょっと大きめに作ってますんで、はめるだけで取れません。はい、これで前も OK です。外からは見えなくなりました。運転席側のサイドの窓なんですけど、換気できるように少し下げておきます。このくらいだったら息も入らないと思います。でここ折り目入れてますんで、料理するときはここ開けて換気します。あとはこの運転席背もたれを前に倒して全体的に前に引いておきます。これで後ろかなり広く使えます。今日の暖房なんですけど、この岩谷のカセットガスファンヒーター風暖持ってきました。でこれをここにセットします。でこれ運転席の下空洞なんですけど、木で平らにして台を設置しました。なのでこちらある程度後ろを下げてスペースを確保しつつ、この入り口は広く取れます。後部座席はカーテンで目隠しします。それでは反対側の窓もカーテンで閉めます。こちらはマグネットで貼り付くようにしています。さあこれで車内のセッティング終わりました。フロントウィンドウは断熱なんですけど、このサイドはカーテンだけなんで、ある程度車内は寒くなると思います。後ろもこんな感じでセッティング完了です。温度が早速下がってきました。現在車内の温度が 6.9 度、外気温これ外につないでるんですけど、もう0度です。ちょうど一気に冷えてきました。それでは早速風暖使っていきます。こちら開けると換気扇になってますんで、ここ開けておきます。そして一酸化炭素計数器、こちらもセッティングしておきます。現在は 0ppm です。やっぱあったかいですね。すぐに温まります。これ標準と弱2段階ありますんで弱にしておきます。カセットガスの指はこのソファーの下の収納、ここに置いています。
で、反対側、ここはご飯とか食材。こちらはゴミ袋やティッシュなど置いてます。で、ここちょっと隙間ありましたんで、ここに着替えと、あとはこういったダウンパンツですね。寒くなってきたら着替えます。じゃああとはもうビール飲んで、ゆっくり車中泊を楽しみます。外の極寒の雪の中で冷やしますんで、かなりキンキンに冷えてると思います。地面がうっすらと白くなってきました。やっぱり外気温が0度ぐらいになってくると雪は積もってきます。明日の朝はどんな光景でしょうか。楽しみです。もうキンキンです。で、あとはもう車内の冷蔵庫に入れておきます。今日はこのエビスビール買ってみました。シトラスブラウン新発売のようです。いや、キンキンに冷えてます。やっぱり雪で冷やすとより一層美味しいですね。このエビスビールはすごいフルーティーで香りも良くて美味しいです。それではお腹空いたんで車中飯にします。このホットプレート少し高かったんですけど、なんか煙が出にくくて油も飛び散りにくいというレビューだったんで、車中飯に向いてるんじゃないかと思い買ってみました。すごいコンパクトなんですよね。これでセッティング OK です。コンセントはここに挿します。これメーカーさんが公式で気に入らなかったら返品 OK という商品です。なので今日使ってみて気に入らなければ返品も検討したいと思います。焼くものはやっぱり肉ですよね。焼肉いただきます。この商品マジックグリルって言うんですけど、なんかレビュー見ていたらやっぱり多少は油が跳ねるということなんで、今回は少しアレンジしたいと思います。このアルミホイルでホットプレートの周辺を囲って油が外に行かないようにしたいと思います。焼肉の湯気はこの換気扇で車外に排出します。で、取り込む空気はこの運転席の窓からなりますんで、この流れになって車内こちら側はそんなに外の空気が入ってこないと思います。さあ、これで囲います。すごい簡単に囲いができました。油跳ねがはっきり分かるように周辺にキッチンペーパー敷いておきます。これで油跳ねてもすぐに分かると思います。さあ、これでうまくいってくれるでしょうか。車内焼肉で匂いが残らないシステムができればかなり画期的だと思います。やっぱり車中泊でも焼肉食べたいんですよね。これは永遠の戦いです。焼肉を追加するときにできるだけこのキッチンペーパーで軽く油を拭いとけば油跳ねはかなり軽減されそうなんで、こちらも徹底してやってみます。焼肉のタレなんですけど、今回買ってくの忘れてしまったんで、この調味料で簡易的に作ってみます。混ぜるだけでできるように醤油大さじ1、ごま油小さじ1、砂糖小さじ1を混ぜて作ります。今軽く味見してみたんですけど、焼肉のタレでした。びっくりしました。これにあとニンニクとか入れたらもう完璧ですね。それではホットプレートの電源つけていきます。ホットプレートの火力の強さは2段階あるんですけど、一番強い火力で 660W 消費しています。1個弱くします。弱にすると約 400W 消費しています。もうほんのりあったかいですね。それでは焼いていきます。はい、じゃあ換気扇回します。赤身の脂肪分が少ない部分から焼いていきます。すごい勢いでこの湯気が外に出ていっています。今んとこは全く油飛び散ってないですね。
それでは、いただきます。なんと今のところ全く油跳ねありません。次はこの脂肪がちょっと多いもも肉ですね。こちらは油跳ねしそうな感じします。その前に一旦この汚れですね、落としておきます。キッチンペーパーで。さっきの赤身よりもたくさん湯気が立って外に排出されてます。柔らかくて脂が乗っていてたまりません。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。すべてのお肉食べちゃいました。換気扇は今日から弱に変えておきます。で、しばらく空気循環させておきます。そしてホットプレートなんですけど、こんな感じでこびりついています。で、キッチンペーパーでもう一度拭き取ります。結構こびりついてますね。一旦お水少し垂らして汚れ取ります。はい、水入れて拭けばきれいに取れました。最後の仕上げのウェットティッシュで拭いています。汚れもついてません。調理中、このフライパンについたこびりつきの汚れをすぐ取れたんで、熱が冷めてしまうと取りにくくなってしまうかもしれません。はい、じゃあお箸の方はウェットティッシュできれいにしておきました。そして周辺の油なんですけど、この手前の方はなんと一粒も油が飛んでいません。で、こちら側横の方も全く飛んでいません。これはすごいですね。焼肉していて感じたのが、このホットプレートそこまで高温になりません。焼肉がゆっくり焼けていく感じでした。なので周辺に油が飛び散ってないんだと思います。ただ周辺を囲っていたアルミホイル、あそこの下ら辺は結構油ついてたんで、やっぱりアルミホイルで囲わないと油跳ねはすると思います。このホットプレートとアルミホイルの囲いの組み合わせはかなり有効だと思います。明日の朝どのぐらい匂い残ってるかが楽しみです。焼肉のタレ余ったんで、このクッキングシートに吸わしてゴミで捨てます。ポータブルバッテリーの残量なんですけど、1000Whのバッテリーを焼肉2、30分使用して 30% 減りました。現在 70% です。現在の車内の温度は 19.9 度とかなり暖かいです。外気温はマイナス 0.9 度です。朝方はどのぐらい下がるんでしょうか。それとはテーブルきれいにして、でこのホットプレートはもう明日の朝も使えますんで、ここに置いときます。外はどんな状態でしょうか。外にトイレありますんで、トイレに行くついでに外の様子も見てきます。結構積もってきましたね。外はかなり寒いです。凍ってる感じの雪ですね。車にはまだほとんど雪が積もってない状態です。これからどんどん積もってくると思われます。結構風が強いですね。冷たい風が顔に突き刺さります。もう辺りは真っ暗です。向こうの方にデンタさん止まってるんですけど、ちょっともう見えないですね。こっち側はですね、旅さんのハイエースです。ちょっと外から見てみます。トイファクトリー、かっこいいですね。FF ヒーターの音が聞こえますんで、中は暖房つけてるようです。中、これなんかゲームしてますね、2人で。デンタンさんもいます。で、こちら側は旅さんですね。マリオカートやってますね。なんてことでしょうか。ちょっと自分呼ばれてないんで、もう車内戻ります。靴が一瞬で凍ってしまいました。この下の靴置き持ってきておいてよかったです。氷が溶けて下がびしょびしょになります。今 LINE 見たらですね、3人のグループ LINE あるんですけど、そこにマリオカートやりませんかと LINE 来ていました。ちょっと撮影中で気づきませんでした。後で LINE 返しておきます。
そういえば10分ぐらい外に行ってで中入ってきたんですけど、全然焼肉の匂いしません。というか全く匂いがしません。これはかなり使えるかもしれません。また明日の朝ごはんもこちらのホットプレートを使って車種飯の匂いの検証していきます。それでは先に歯磨き済ましておきます。水の使えない車種薬でいつもやってる歯磨きなんですけど、この水を固める凝固剤と防臭袋、そしてこちらキッチン用のゴミ受けっていうんですかね、こちら使います。歯ブラシは今回使い捨てタイプを持ってきました。防臭袋は一応二重にして縛っておきます。もう先にベッド展開も済ませておきます。このままでも眠れるんですけど、もう少し幅を広げます。これマットを横にしていきます。そしてこの空いた隙間に延長マットをはめます。上半身だけ拡張されました。これで快適に眠れると思います。あとはちょっと面倒なんですけど、このシュラフを二重にします。中にダウンシュラフを入れます。はい、完成しました。これがかなりあったかいんですよね。この中のナンガのダウンシュラフが快適に眠れる温度がマイナス5度とカタログでは表記されているんですけど、実際マイナス5度では結構寒いですよね。で、こちら外側ロゴスの2度まで対応のシュラフなんですけど、これを二重にすることによってこの2つでマイナス10度ぐらいはいけると思います。このシェードは断熱してるんですけど、ここ鉄板むき出しなんで、もう外と変わらないぐらい寒くなるんですよね、車内は。今回の極寒雪中車中泊の寒さに耐えれるのか不安でもあるんですけど、楽しみでもあります。起きてる時この風暖でどんだけ快適でも、寝る時はやっぱり切らないとダメなんで、寝具の寒さ対策は本当に重要になってきます。こういったシュラフではなくて、もっと大きい羽毛布団積んで毛布もくるまって寝ればあったかいんですけど、やっぱりこの軽自動車の車中泊は場所がありません。なのでダウンシュラフは暖かくてかなりコンパクトになりますので、軽自動車の車中泊には強い味方になります。やっぱりズボンだとゴワゴワしますんで、このパジャマに着替えます。枕の中にフリース素材のパジャマあります。 iPhone なんですけど、朝方車内が冷え切って氷点下入ると使えなくなってしまいます。なのでこのシュラフの中入れておきます。車内の一酸化炭素警報器はここに置いてるんですけど、この奥に二酸化炭素警報器も置いてます。現在が 3700ppm、 結構高いですね。自然界が 400ppm です。車内は意外と二酸化炭素濃度が高くなって締め切ると 5000ppm いきます。先ほど換気してたんで少し下がりました。ちょっと窓開ければだいぶ下がるんですけど、しかし今日はかなり寒くなりますんで迷うところです。いつもこのぐらいの二酸化炭素濃度で車中泊しても問題なく快眠できてますんで、今回もこの状態で寝ます。外気温はマイナス 2.8 度ですね。車中泊が趣味の仲間といると会話が止まりません。撮影外ではお二方とカメラの話や YouTube の編集の話など話題がつきません。なんか大人になってから出会う人は友達になれなかったんですけど、車中泊やキャンピングカーを通して出会った人たちはすぐに友達になれるんですよね。子供の頃もこんな感じだったなって記憶は蘇ります。明日は朝までここで過ごして、その後自分の家に来てくれるそうなんで、富山県をいろいろ案内したいと思います。おはようございます。かなり寒くて途中起きてしまいました。
というのも二重にするとちょっと暑かったみたいで上半身出てました。で、夜中すごいキンキンに冷えて上半身が寒くて起きるというのを2回ぐらい繰り返しました。今も顔が寒くてこのシュラフから出るのがかなり億劫です。現在車内の温度は0度、外気温はマイナス 3.4 度です。スマホアプリの天気予報で今確認しました。これウィンディでいう結構正確な天気予報アプリなんですけど、朝方はなんとマイナス11度までいけたようです。二酸化炭素計測器はちょっと電池が切れていたようです。これ凍ってますね。車内に置いてた水が凍っちゃってます。空寒いわけですね。暖房をつけて車内温めます。ついてくれるでしょうか。よかった、つきました。暖房の前でお水解凍しておきます。シュラフはもうこのまま折りたたんでおきます。助手席が潰れちゃうんですけど、一人だったらこの仕様でも問題ないですね。寝る時もシュラフをパッと出せば眠れます。はい、それではいただきます。完全に目が覚めました。それでは外の様子どうなんでしょうか。見てきます。そこまで積もってはないんですけど、すごい外が寒いです。なんか寒くて舌が回りにくい感じです。車にも雪は積もってないですね。よかったです。出る時の除雪はかなり覚悟したんですけど、これならもうそのまま出るそうです。結構木が多い場所だったんですけど、この林に囲まれて車中泊するのもなかなかいいですね。やっぱり温度がかなり低いので雪がサラサラしています。ここ雪溜まってるとこなんですけど、鎌倉みたいな作ってる人います。面白いですね。ちょっと入ってみます。結構大きい。この鎌倉の中は風が来ないんで結構あったかいですね。ここで朝ごはん食べるのも良さそうです。いや、ソリ持ってきたらよかったですね。しくじりました。お腹も空いてきたんで車内戻ります。これはデンタンさんの車ですね。ダイハツアトレです。これアダプティブクルーズコントロールついてて、すごい交通も快適なんですよね。この車も N バンド用車内引いたと思います。後で寝心地と車内の車中泊セッティングがどんな感じなのか見せていただきます。旅江さんのハイエースはキャンピングカー仕様なので、唯一この F ヒーターキャンピングカー専用の暖房がついてます。この出っ張ってる窓はアクリル二重窓など断熱処理が施されています。なので中はだいぶ暖かかったと思います。こちらも後で車内の様子軽く撮ってみます。この窓結構結露してると思いますので、もう取って乾かしておきます。ご飯食べてるうちに乾くと思います。やっぱすごい結露してますね。フロントウィンドウもびっしょりですね。助手席の窓もかなり濡れています。朝ごはんもまたこのホットプレート使っていきます。パパッとだし巻き卵とご飯食べようと思ったんですけど、これもよう考えたらだし巻き卵の中にご飯入れちゃったら、だし巻き卵ご飯なんて結構美味しいんじゃないですかね。
やってみます。ホットプレートは今日でいきます。電子レンジないんですけど、もうこれレトルトのご飯こうやって潰してホットプレートで温めます。ちょっとだけ水分足しておきます。ご飯にもこの醤油とみりん小さじ1ずつぐらい入れて味付けしておきます。はい、できてきましたね。いい匂いします。あれ、止まりました。ポータルバッテリー 0% になってます。昨日の夜 70% あったんですけどね、車内が氷点下になってしまって、リチウムバッテリーは氷点下に弱いんで 0% になってしまいました。今車内の照明ついてますんで、もう一個の方のバッテリーは 78% あります。こっち側使います。車内はもう暖房つけて暖かくなってきたんで、リチウムバッテリー使えるかなと思ったんですけどダメでしたね。この大きい方は窓側にあったんで余計に冷えたかもしれません。ではこのちっちゃい方で使っていきます。この火力弱でやったら 400W なんで、この弱で使っていきます。はい、じゃあご飯できたんで一旦揚げます。まだホットプレートが熱いんでこびりつきもほとんどなく綺麗に取れました。はい、じゃあ卵贅沢に4つ使っていきます。味付けはもう簡単に今日白だし持ってきましたんでこちら入れていきます。はい、温まってますね。油敷いてキッチンペーパーで広げます。結構傾いてましたね。ティッシュ入れて調整します。じゃあここにご飯並べていきます。さあ美味しそうに出来上がりました。もうフライパンはあったかいうちに汚れを落としておきます。結構すぐ取れますね。さあどうでしょうか。一旦切ってみます。いや卵たくさん使ったんですごい綺麗にできました。美味しそうです。それではいただきます。いやこれはもう大ヒットですね。自分の中でネギとか入れてもいいですね。なんかこれコンビニで売ってほしいですね。それでは雪景色を見ながらもうしばらく堪能します。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。片付けたいんですけど、ちょっとホットプレートがねまだ少しあったかいんですよね。この辺がメリットでもあり、車中泊にとってはデメリットでもありますね。ご飯は熱々でずっと美味しいんですけど、すぐに片付けて移動したい車中泊にとっては悩ましいところです。待たないといけないので、なんか専用の耐熱カバーとかあれば良さそうですね。はい、汚れきれいに取れました。やっぱり温かいうちに拭いておくと汚れがすぐに取れます。連続で車中泊する場合でしたら、もうこれでバンバン使えるんで、かなりいいですよね。家に帰ってからしっかり洗います。今回このアルミホイルで囲いながら肉焼くと全然油跳ねしないのが分かったんで、かなり車中泊の焼肉の可能性が広がりました。あと気になるのは、このホットプレートじゃなくて他のホットプレートでもあれ囲えばかなり軽減されるんじゃないかなと思います。またそれも検証していきます。車内に匂い残したくない方はこの換気扇とアルミで囲うのかなりおすすめです。いやしかし今回極寒の中での車中泊はやはりポータブルバッテリーの弱さを痛感しました。今回はホットプレート使いたかったので電気にこだわったんですけど、やっぱりこのガスですね。一応今回は持ってきてました。もうこれ使うのが極寒の車中泊では一番いいですね。はい、それでは出発の準備します。いやすごい山々の景色が美しくて気持ちいいです。
もう雪落とし大丈夫ですね。フロントウィンドウもルーフも雪が積もっていません。フロントウィンドウの結露だいぶ取れました。あとはもう軽く拭いておきます。リアもだいぶ取れましたが、まだ少し濡れています。これで出発の準備整いました。この車体の下半分ですね、これがすごい汚れてます。これ多分融雪剤の塩化カルシウムですね。白くなっています。これを放置するとボディにだいぶダメージを受けます。雪国に移住する前知らなかったんですけど、高速道路以外山道も普通に塩化カルシウム巻かれてます。なので頻繁に水で洗い流した方がいいですね。今日も帰ったら水で洗い流します。一緒に車中泊した2人ももう準備が整っているようです。ちょっと車内だけ見させていただきます。なんかまた中でゲームしてるかもしれないですね。助手席にはこれラクールですね。クーラーが助手席に置かれてます。ちょっと開けてみます。やってますね、マリオカート。はい、ちょっとお邪魔します。やっぱりこのハイエースのスーパーノブ、入り口広いのがいいですね。後ろにはベッドがあって、田部さんは木の小屋に寝てたようです。まだぬくもりを感じることができます。ちょっと2人はもう熱中してますんで、デンタさんの車ちょっと降ります。じゃあデンタさんの後で見せていただきます。かなり清潔感あります。なんかマット結構分厚いですね。で、銀マットで下からの冷気を遮断しています。すごい綺麗ですね。なんか無駄のない作りで清潔感があります。ポータルバッテリーは大容量のもの1台だけ持ってきています。ここで全部調理とかパソコンとかもできます。上部収納もあって、この車普通の軽バンのように見えて、実はキャンピングカー仕様なんですね。で、ここ知りませんでした。FF ヒーターついてます。しかも温度調整自動のやつです。この辺も綺麗に整理されていて、さすが几帳面なデンタさんですね。窓はカーテンがついています。全部の窓ついてるんで、技しシェードの作業は一瞬で終わると思います。で、ここ網戸ですね。これよく考えられてますね。次乗るならこういうキャンピングカー作ってみたいですね。これすごいのが、この鉄のボディの車内側なんですけど、こういったプラスチックですかね、カバーがついてるんで、ちゃんと断熱効果もありそうです。これはよく考えられてますね。いや、いい車ですね。ありがとうございました。じゃあご飯でも食べて家行きましょうか。はい、じゃあ出発します。はい、自宅に戻ってまいりました。旅江さんとデンタンさんも家に来てくれたんで、今からガレージや家でいろいろ遊びたいと思います。今みぞれが降って車体濡れたんですけど、塩化カルシウムびっしりついてると思いますので、軽く洗い流しておきます。はい、車体下も軽く洗い終えました。はい、じゃあ最後までありがとうございます。カーキャンパイ。これね、今回車中泊で自分使ったんですけど、油跳ねの少ないホットプレート、これすごい良かったんで、今からこれで焼き鳥とか焼いて食べましょう。これ冷蔵庫は、これも車中泊で使ってるやつ、バッテリーで動くんで皆さん使ってください。これ富山のアルビススーパーの焼き鳥、めっちゃ美味しいですよね。これも食べましょう。じゃあ消しますね。はい、じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。お気をつけて。ちょっと開けて驚かしてみます。ここ車中泊ダメなんですけどここ車中泊ダメなんですけど